こんにちは。今日はですね、つい最近私が購入したこの iPhone 13 Pro Max なんですけど、なかなかいい感じですので、1ヶ月ほど使ってみての感想なんかをね、ちょっとお伝えできればと思います。iPhone の購入を検討されている方なんかのね、参考にしていただけるような動画にしたいと思います。カメラと、それからディスプレイ、そしてバッテリー、あとはいくつか買ったアクセサリーについて順番に話していきたいと思います。私の動画見てくださっている方は、大体カメラ好き、写真好き、動画好きの方が多いと思いますので、カメラについてね、まずお伝えしたいと思うんですけど、まず望遠は、F 値はちょっと下がってるんですけど、望遠の倍率が今までの 2.5 倍から3倍、77ミリ相当っていうことになっています。なので超広角な13ミリから計算すると大体6倍の望遠になっています。ちょっと暗くはなったんですけど、より遠くのものが大きく映せるようになりました。で、超広角に関しては F 値が 2.2 から 1.8 に上がっています。今まではちょっと超広角で撮ると若干画質が悪かったり暗いところに弱かったりしたんですけど、それがより良くなってより綺麗に映るようになっています。これはね、結構目に見えて去年のモデルとも違うなと思います。で、一番よく使う広角レンズの部分に関しては F1.6 が 1.5 にたった 0.1 なんですけど向上しています。で、手ブレ補正に関してはもう11も12も結構すごかったので、そんなにね、今回もスキー場に持ってっていろいろ滑りながら比較したりもしたんですけど、それほどの大きな違いは感じませんでした。で、一応ですね、この広角カメラにはセンサーシフト式っていう、センサーが揺れて手ブレを補正するっていう機能が搭載されています。これは去年の iPhone 12 Pro Max にも搭載されていた機能です。で、まず写真に関してなんですけど、写真はフォトグラフスタイルという新しい機能が追加されています。これはサイドを上げたりとか、温かめに撮ったりとか、ちょっとクールに撮ったりっていうそのスタイルを自分で決めておいて、それ変えない限りはずっとそのテイストで撮れるっていうモードになっています。よくメーカーのカメラにも搭載されているような機能だと思います。動画に関しては、大きく分けると2つ新しい機能がね搭載されています。1つはシネマティックモードっていうので、これ写真でいうポートレートモードみたいなもんなんですけど、背景ボケを人工的に作り出してそれをコントロールできるようになっています。で、撮影する時ももちろんどこにピント合わせるとか選べるし、一応被写界深度もコントロールできるような感じになってるんですけど、撮影した後にiPhone の中でもそれを変更することができるっていう風になっています。これ結構すごいんですけど、出たばっかりなんであんまり完成度は高くないんですけど、適当に撮影しておいて後で自分のピント合わせたいところにピント合わせたりとか、背景ボケを疑似的にですけどコントロールすることができるようになっています。だんだん洗練されていったらね、すごい機能になるんじゃないかなと思います。もう一つは、プロレスって言って、なんていうのかな、動画って圧縮されてるんですけど、その圧縮の比率がかなり低いんですね。ファイルサイズがもう巨大で、今までの方式の20倍とかになっちゃうんですけど、その分、より保全されるというか、撮ったものがそのまま保存されるようになっていて、後で編集がいろいろできるっていう風になっています。むちゃくちゃ画質が良くなるとかそういう問題じゃないみたいなんですけど、編集がよりしやすくなるようなモードで撮影できるようになっています。ただしこれもまだ出たての機能で、例えば転送速度一つとっても iPhone の場合はライトニングかエアドロップしか使えないんですけど、かなりそのファイルの転送速度が遅いので、もう数分で何ギガとか何十ギガとかいってしまうような圧縮方式なので、このプロレスで撮ったものを転送するのも大変になってくるので、まだまだこれからの機能かなとは思いますけど、ここぞという時にこのプロレスで撮っておけば、後でしっかりと保存されてますので、いかようにでもいじることができるようになっています。それともう一つ、写真も動画もなんですけど、マクロモードっていうのが搭載されました。これも本当のマクロではなくて、超広角のカメラで撮ってそれを後でグッと引き伸ばしてる感じにはなるんですけど、すんごい近くですね、1センチぐらいまで寄れるんだったかな。14センチから以内に近寄るとマクロモードに切り替わるんですけど、本当に大きくね映し出すことができます。結構面白い新鮮な感じがします。という感じで、とにかく、いつも肌身離さず持ってるこのスマートフォンでここまで綺麗に動画も写真も撮れるっていうのはやっぱすごいことで、本当ね、撮影していても楽しいのでついついたくさん撮っちゃうんですよね。なんで、iCloud がどんどんいっぱいになっていくっていうのがちょっと問題ではあるんですけど、逆光だろうが少々暗かろうが本当に綺麗に撮影することができます。
カメラ性能もどんどん向上してますし、それを処理するチップセットもね、どんどん毎年良くなってるんで、その両方の効果によるんだと思うんですけど、とにかくすごいです。で、次ディスプレイなんですけど、これも見た目とか解像度、画素数っていうのは変わってないんですけど、リフレッシュレートがプロモーションというのが採用されて最大 120Hz までなっています。画面って1秒間に何枚か表示されて、それを常に見てるわけなんですけど、今までは 60Hz 固定だったのがプロモーションになって、10Hz から 120Hz の可変式になっています。今までも iPad Pro にも搭載されていたものなので、そんなに目新しい機能ではないんですけど、その可変の段階が iPad のものより増えて12段階になっています。なので 120Hz 対応のゲームとかアプリとかだともう本当にヌルヌルになりますし、例えば高速で画面をスクロールするような時も結構ヌルヌルになります。それでいて動きのない映像、例えば本を読んでるとかだと 10Hz まで落とすので、その分バッテリー消費もしっかりと抑えることができて、それがバッテリーの持ちの良さにもねつながってるのかなと思います。最初そんなに気づかないんですけど、このプロモーションに慣れちゃってから普通の iPhone 見るとなんかカクカクしてるなっていうふうに思うので、やっぱり結構違うんじゃないかなと思います。で、あとディスプレイに関して言えば明るさが、今まで800ニットだったのが1000ニットってちょっと明るくなっています。なので、私の場合はドローンで屋外でコントローラーにつないで使ったりするんですけど、すごい炎天下だと今までだと結構見にくかったりしたのが、より見やすくなったんじゃないかなと思います。で、この画面の上のノッチですよね。この出っ張りが、これも若干気にはなるんですけど、これも去年のモデルに比べると幅が 20% 小さくなったと言われています。小さいに越したことはないのでね、いいんじゃないでしょうか。で、あとバッテリーですね。これもね、かなり改善されてます。去年の iPhone Pro Max、12 Pro Max と比べると、使用条件にもよると思うんですけど、動画視聴に関しては 2.5 時間長くなったっていうふうにね、書かれています。スペック上もそうなんですけど、実際使ってみて本当に冗談じゃなく、結構1日何十回何百回って画面見てると思うんですけど、1日だと大体半分ぐらいしか減らなくて、今までだったらもう確実に毎日充電してたんですけど、今だと充電しなくてもいいかなっていう感じぐらい結構ね持ちが良くなってます。搭載されているバッテリーが12 Pro Max に比べると13 Pro Max は 18% 大きくなっているそうで、重さも 12g 重くなってはいるんですけど、バッテリーの持ちはねかなりすごいです。相当撮影動画とかいっぱい撮ってもね、そんなに減ったなって感じがしません。これはもう明らかに体感できる違いですね。で、あとは細かい点なんですけど、例えば別にこれ13 Pro Max に限ったことじゃないんですけど、最近のモデルは最近のバージョンアップによってマスクをしていても Face ID が解除できるようになったので、これすごい便利ですね。マスクするのが最近デフォルトになってきてますので、タッチ ID の方がいいって言ってた方も、これだったらねあんまり不自由なく使えるんじゃないかなと思います。で、今回のモデルからデュアル eSIM 対応というのになりました。eSIM って言って、普通はこんなカードのちっちゃいの挿してた SIM カードが今 eSIM って言って番号を携帯会社から提供されるその SIM 番号みたいなのを登録することによって使えるようになる。だからネット上で契約してもその日のうちに使うことができるようになるんですけど、それが1つではなくて2つ登録できるようになっています。さらに物理 SIM も使えますので、私も、最近までドコモだったんですけど、今 ahamo に切り替えて、ahamo は物理 SIM になっていて、で楽天も契約していて、楽天は eSIM で登録しています。なので、楽天リンクっていうのを使うと通話料はいつも無料なんですけど、データを使うと楽天の場合お金かかるので、ahamo のデータを使って楽天リンクを使うっていう風にしていて、楽天の方はだから基本的にはお金がかからないような仕組みにしています。今携帯電話会社がもうどんどん増えて、プランも本当にいろんなのがありますので、かなりフレキシブルにその辺がねできるようになったんじゃないかなと思います。で、最後アクセサリーに関してなんですけど、今回この電話買ったのに合わせてこの透明のマグセーフ対応の純正のケースと、あとマグセーフ充電器を買いました。で、マグセーフ充電器は去年からも使えると思うんですけど、より磁石が強くなっています。900g だったかな、かなり強力なので、そう簡単にね取れることはないです。で、マグセーフ対応のこういうケースを使うことによってケースにも磁力が働くので、ケースつけるからといって磁力が弱ることはないようです。車の充電器とかでも
こういう対応のケースで使えば相当落ちなさそうなレビューがねいろいろ書かれてます。であとマグセーフ充電器に関しては純正は 15W まで充電されます。で社外品でもベルキンの結構高いのだと 15W とかあるんですけど、アンカーのもの、私アンカー好きなんでよく見てたんですけど、アンカーは結構そのマグセーフ対応でも 7.5W っていうのが多いんですよね。私の見落としかもしれないんですけど、もしご存知の方いたらねコメントに書き込んでいただければと思います。でこの純正のマグセーフ充電器は15W でいいんですけど、実はこの iPhone Pro Max はライトニングケーブルで充電するときはしっかりとしたアダプターを使えば 27W で充電することができるので、マグセーフの 15W に比べると倍ぐらいの電力で充電することができるので、本当に早く充電したいときっていうのはやっぱライトニングで充電した方がいいのかなと思います。その分アダプターも弱いのではなくて、30W とか 40W の大きなものを使わないと本領は発揮できないんですけど、その充電することのできる電力量も多少増えています。はい、ということで今回この iPhone13 Pro Max のレビューというかご紹介でした。あと半年もすれば14が出てくるとは思いますけど、最近のこの円安の具合を見てると今度の14は同じようなスペックグレードのものでも結構値段上がるんじゃないかなと思いますので、今のうちに買っておくのもね一つの手かなと思います。今年も続々と新しい Mac も出てくるみたいですけど、結構 Apple ってその円安円高に合わせて値段変えてくるのでね、今年は値段上がるんじゃないかなとちょっとね思ってるんですよね。その辺も皆さんよかったら自由にコメントと書き込んでいただければと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。これからも引き続き iPhone 関連の動画いろいろ出していこうと思いますので、よかったらまたご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。